今日はじゃがいものもちチーズガレットを作りました。こんにちは、料理研究家のひかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はじゃがいものもちチーズガレットを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、じゃがいもガレットを作っていくんですが、外はカリカリで中はもちもちに仕上げていきたいと思います。中に使うのはですね、お正月で余った切り餅を利用していきたいと思います。ちょっとね、お餅の食べ方に飽きた方はね、ぜひね、こちらのレシピを活用してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、ベーコン、とろけるチーズ、切り餅、片栗粉、塩、オリーブオイル。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもですね。今皮付きの状態で約 300g です。品種に関しましてはお好みの品種を使ってください。そして今回ですね、薄切りベーコンも使っていきます。こちらはお好みで入れてみてください。そして味付けに関しましては塩でシンプルにつけていきます。こちらは顆粒のコンソメだったりとか、あとは鶏ガラスープの素などで味付けしていただいても美味しいかなと思います。そして焼く時にオリーブオイルを使っていきます。こちらはサラダ油などを使っていただいても OK です。そして切り餅はですね、2つ使っていきます。重さで言うと約 100g になります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにお餅をスライスしていきます。だいたい 5mm から 7mm 幅で切っていきましょう。この時ね、お餅が硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、お餅はですね、このように薄くスライスしてください。それではもう一つも同じようにスライスしていきます。はい、切り終わりました。お餅の準備はこれで OK です。続きましてベーコンです。ベーコンはまず1枚ずつ剥がして、そして上に重ねていきます。で、重ねたらこちらを細切りにしましょう。はい、で細切りにしたら全体をこのようにパラつかせておきます。ベーコンはこれで OK です。それでは続いてじゃがいもです。じゃがいもはまず皮を剥きましょう。あとはこちらじゃがいもの芽は必ず取り除いてください。はい、じゃがいもはこのように皮を剥いて、さらに芽も取り除いてください。ではもう一つも同じように皮を剥いていきます。はい、このように皮を剥いてください。それではですね、今からこちらを細切りにしていきます。まずですね、この平らな部分を薄くスライスします。そしてこの断面を下にしてじゃがいもを固定させます。そうするとね、じゃがいもが安定するので切りやすくなります。ではこちらをですね、だいたい 5mm 幅でスライスしていきます。スライスしたら広げて、あとは細切りにしていきましょう。できるだけね、細めに切っていただくことでカリカリっとした食感になりやすくなります。それでは細切りしていきます。はい、OK です。じゃがいもはね、こんな感じで、このぐらいの細切りにしてください。そしたらですね、こちらのじゃがいもはボウルに入れましょう。このように入れてください。通常じゃがいもを使うときは水にさらしたりするんですが、今回はじゃがいものでんぷんも利用していくので、水にさらさずに作っていきます。ではね、もう一つも同じように細切りにしていきます。はい、切り終わりました。切り終わったらですね、こちらもボウルに入れます。こちらのボウルに先ほど切っておいたベーコンを入れます。じゃがいもはね、一度切ると変色しやすいので、切った後は手早く作業するようにしてください。そしてあとはここに塩、そして片栗粉、とろけるチーズ、こちらを半分だけまず入れます。あとはね、残しておいてください。そうしましたらこちらをよく混ぜましょう。はい、このように全体をしっかり混ぜてください。そしたらですね、スライスしたお餅も半分だけ入れてください。そして混ぜましょう。はい、じゃがいもガレット生地はこれで OK です。それでは今からこちらをフライパンで焼いていきます。それではフライパンで焼いていきます。まずね、オリーブオイルを半分入れましょう。そして火にかけます。火加
減は中火です。このまま一度油を広げてください。そして油をね30秒ほど温めてください。はい、30秒温めたら一度火を止めます。そしてここにじゃがいもガレットをまず半分入れてください。半分入れたら全体に広げましょう。押さえつけて隙間ができないように丸く整えてください。はい、でこのように丸く整えたら今度は真ん中に残しておいたチーズとあとはお餅を入れていきます。はい、このようにのせてください。そうしましたら残りのねこちらじゃがいもをのせていきます。そして全体に広げましょう。あとはゴムベラでねこうやって押さえつけます。結構ねしっかりめに押し付けてみてください。そうするとねじゃがいも同士が剥がれることなくしっかりと密着してくれます。このようにね結構しっかりめに密着させてください。そうしましたら火にかけます。火加減弱めの中火です。そして蓋をしてこのまま焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ねだいたい7分ほど経ちました。蓋を開けます。で一度ねここで焼き色をチェックしてください。あ、いいですね。そしたら裏返します。ではヘラを入れてそしてくるっと裏返します。よいしょ。はい、このように美味しそうに焼き色がついてます。この部分はお餅ですね。そしたら残りのオリーブオイルを周りにかけます。よいしょ。隙間からねオリーブオイルを入れましょう。回しかけるときはねやけどしないように注意してください。でオリーブオイルを入れたらもう一度ヘラで押さえつけます。そしたらですね反対側はだいたい3分ぐらいですね焼き色がつくまで弱火で蓋を開けながら焼いてください。はい、今ねちょうど3分ほど経ちました。そしたらねこちらも焼き色をチェックします。はい、これでいい感じに焼き色がついてれば OK です。一度ね裏返したいと思います。よいしょ。はい、裏面もこのように美味しそうな焼き色がついてます。そしたら火を止めます。ではねこちらを今から切りたいと思います。それでは切りたいと思います。まずね半分に切ります。すごくねザクザクです。大きさはねお好みの大きさで切ってみてください。切る時も熱いのでねやけどには注意しましょう。はい、このように食べやすい大きさに切ってください。それでは器に盛りたいと思います。はい、これでじゃがいものもちチーズガレットの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はカリッカリに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。外はカリカリで中はもっちもちです。このお餅の食感がすごくいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のじゃがいものもちチーズガレットのポイントです。まずお餅なんですが、お餅は薄くスライスしてください。だいたい厚みが 5mm ぐらいになるとちょうどいいかなと思います。そしてベーコンに関しましてはだいたい 5mm ぐらいの細切りにしてください。そしてその後ですね、じゃがいもの細切りなんですが、細切りにした後は水にさらさないようにしてください。ここで水にさらしてしまうとでんぷんが流れ出てしまって焼いた時にじゃがいもがばらつきやすくなってしまいます。今回のチーズガレットはじゃがいものでんぷんも利用するので水にはさらさずにそのまま使うようにしてください。ただじゃがいもは水にさらさないで使うと変色しやすくなるので他の具材を最初に切って一番最後にじゃがいもを切るようにしてください。そしてじゃがいもを切った後は素早く作業するようにしてください。そして焼く時のポイントです。まずオリーブオイルを敷いてその後ですねじゃがいもの生地を半分加えてください。そして中にですねチーズとお餅を入れてそして残ったじゃがいもを上にかぶせてください。かぶせた後はですねゴムベラでしっかりと押さえつけてください。そうすることで生地がしっかりとまとまってかつカリッとした仕上がりになります。そして焼く時なんですが最初は蒸し焼きしてください。そうすることでしっかり中まで火が通ります。フライパンの材質などによっても変わる場合があるんですがだいたい7分ぐらいを目安に弱火で蒸し焼きしてください。そしていい焼き色がついたら裏返して片面はだいたい3分ぐらいを目安に焼いていただけたらと思います。この時の焼き時間も焼き色を見ながら調整してみてください。
ださい。そして焼き終わったら、あとは食べやすい大きさに切っていただけたらと思います。切る時もね、すごく熱いので、やけどには注意していただけたらと思います。今回はですね、シンプルに塩味にしたんですが、こちらはですね、コンソメ味とか、あとガーリックパウダーとか、カレーパウダーなど入れても美味しく召し上がっていただけます。味付けはお好みでアレンジしてみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はじゃがいものもちチーズガレットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。